を交換すると冷却性能ってどれくらい変わると思う？正直スペック見ても実際どうなるかよくわからないのだ。実は私もわからなかったの。だから私は測ることにした。同じ CPU クーラー、同じケース、同じ騒音、同じ条件で交換した結果どうなるのかを比較する。それがこのトライアルスカッシュチャンネルです。今回は X、レディットで要望が複数寄せられた FD12V2 を新たに加えて検証します。ディープクールの最新の FD12V2 なのだ。セミインテグレートファンと呼ばれる一部だけリングブレードな構造が特徴的なの。ほんとだ、リングが一部だけなのだ。このオリジナル構造が CPU クーラーやケースに搭載した条件でどのような性能を見せるのか比較します。比較対象はフルサイズのリングブレードである P12 Pro と P12 Pro リバースモデル。この差は気になるのだ。そしての口は NFA12X25 G2。静音で評価されている G2 が比較対象なのは分かりやすいのだ。そして一番意外な結果を一つ見ます。測定器 38dBA で比較すると、同じ騒音なのに性能違うのだ。その通り。ここが重要なポイントで、同じ騒音でも性能差が出ます。なんでなのだ？理由があります。これは多くのレビューではわからない理由です。つまり PC に取り付けた時だけ起きます。詳しく教えてほしいのだ。それを明らかにするのがこのチャンネルよ。ではなぜ同じ騒音でも性能差が出るのか説明します。PC にファンを取り付けると必ず起きることがあります。何なのだ？空気抵抗です。ヒートシンク、ケースパネル、防塵フィルター、これらは全て空気の抵抗となり、空気の流れを乱します。乱れるとどうなるのだ？空気の乱れは音、振動、熱、つまり騒音に変わっているということなの。つまり抵抗が増えるほど騒音が増えます。本当に効率が良いファンはこの乱れを抑えながら純粋な風を送ることができるということなのだ。その通りです。つまりファンを同一条件で測定し、差を比べて静音の効率を比べることが重要なの。なるほどなのだ。では実際に比較します。まずは CPU クーラー AK400 搭載時の騒音と PWM% の測定結果を比べましょう。 PWM で比べるとの口は G2 が静かなのだ。次はケース搭載した時の騒音値と PWM% のグラフです。 G2 はやっぱり強いのだ。最後はファン単体の騒音値と PWM% のグラフです。やっぱりの口輪が静かなのだ。このように複数条件で確認しています。 G2 の騒音値の最大は単体だと MAX39.3dBA、 AK400 搭載で 44.2dBA、 ケース取り付けだと 43.8dBA。 やっぱりの口は G2 が静かなのだ。単純に PWM の設定値だけで比べるとズンダモンのように G2 が優れていると思いますわよね。違うのだ。まず最大回転数の範囲が異なりますわ。静音効率の評価をするには同じ騒音値でどれだけ風を流せ、そして冷やせるかを比べるのが重要よ。確かにその通りなのだ。参考に PWM と測定した風速を比べたグラフを見てみましょう。まずは CPU クーラー AK400 搭載の風速と PWM% の関係グラフです。ふむふむ。ケース搭載時の風速と PWM% のグラフ。ふむ。そしてファン単体の風速と PWM% のグラフです。あれれ、どの条件でもの口は G2 は風弱いのだ。これは回転数範囲の違いとファンの制圧、つまり風を送り出す自力の違いも出てますわ。乱れの話に戻すと、風を多く流しているから音も大きくなっていた可能性もあるのだ。その通りですわ。それでは確かめの同じ騒音で比較してみましょう。横軸に騒音値、縦軸が風速になります。まずは AK400 搭載時の騒音と風速のグラフです。同じ騒音なら風速が高い方が優秀です。むむむ。次にケース搭載時の騒音値と風速のグラフです。むむむむ。そしてファン単体の騒音値と風速の関係です。ふむむ。どれも風量が増えれば騒音も増える傾向が同じなのだ。さらにこれを分かりやすくするため、騒音値を合わせた静音効率指数 TSE で見てみましょう。
まず AK400 搭載の静音効率指数、ふむふむ次にケース NR200、ふむふむそしてファン測定結果。ふむふむ同じ騒音値に合わせることで効率に差が出ているのがよくわかります。 P12 プロのフルリングブレードが圧倒的なのだ。これってファンのカタログスペックでの制圧が高い個体が有利ってこと？それではその確かめをしてみましょう。実用的に静かと思える 38dBA の条件でシネベンチ R23 の CPU 温度を見てみましょう。同じ騒音で測定してより冷えるファンが優秀です。これはご覧の通りシネベンチ R23 で差が出ることがわかります。つまり結果の傾向が一致しているのだ。実際の取り付け環境で騒音を合わせた測定を比較することでファン本来の実力が浮き彫りになるのだね。その通りですわ。このような PQ カーブでは比較ができない PC 取り付けを再現した同一騒音での比較が静音性能の比較では重要なのよ。なるほどなのだ。それでは測定のまとめとして静音効率指数を各騒音値ごとに平均したランキングです。まずは AK400 の静音効率指数を平均化したランキングがこちら。抵抗の高い条件はやはり差が出るのだ。次にケース取り付けの静音効率指数を同様に平均化したランキングがこちら。ケースだと差が縮まっているのだ。そしてこちらが AK400 とケース取り付けを平均した総合ランキングです。なるほど、わかりやすいのだ。結果の理由を考察します。気になるのだ。性能差の理由は構造です。羽の形状を見てみましょう。最初に FD12V2 はセミリング構造です。外周が一部だけつながっています。全部じゃない変わった構造なのだ。合成は上がりますがリングが途切れた場所から流れは分断され乱れてしまいます。乱れると騒音が上がっちゃうのだ。次のノクチュア G2 は限界まで隙間を少なくした羽です。ブレもなく静かなファンとしてとても優秀です。そして次に P12 プロはフルリングブレードです。空気の流れを整えられる高静圧設計です。抵抗環境にも強いハイパワータイプなのだ。そして4つ目の P12 プロリバースモデルです。こちらもフルのリングブレードですが吸気側にスペースが約 9.5mm あります。さらに世界初の構造であるリングブレードの端を覆うなだらかな流線形状。この構造が乱れを極限まで抑えながらリングによる高い静圧と風量を得られる秘密なの。ふむふむ、まさに静音性能のために生み出された一品なのだ。ここまでそれぞれの構造を見てきましたが共通して言えることは抵抗があると差が出ます。ファンが押し出す力としての静圧も重要です。でも押し出せたとしても抵抗が高いケースとフィルタの組み合わせでは乱れにより騒音も上がります。単体性能と実装性能は違うということなのだ。その通りです。もちろん用途と使い方でも評価は人それぞれ変わります。静音重視ならの口は G2 も素晴らしいです。特に PC の PWM 設定を自動のままお任せできるので初心者含め万人に向くのは最大のメリットですわ。めんどくさがりな僕にもぴったりなのだ。 PWM 設定が必要ですが定価1380円の FD12V2 も良いでしょう。ただ全国展開の実店舗でも取り扱いがなくて店舗巡りで空振り三振したのだ。 Amazon で販売していないから入手性の改善があればコスパ良いのだ。今回同一条件で検証を行いましたが抵抗がかかる条件では P12 プロシリーズが有利でした。定価1280円のコスパモンスター Amazon でもアークティック公式が販売してくれているのは嬉しいのだ。それぞれの特徴をまとめます。僕みたいに財布が寂しいとコストも重視したいのだ。そこでコスパよく利用するために重要な PWM 設定について説明しますわ。今回も静音の王者のノクチュア G2 の土俵に合わせた騒音値の範囲の検証でしたがそれ以外は 3000rpm や 2500rpm も回ります。僕はできるだけ静かに使いたいのだ。そこで重要になるのが PWM 設定です。今回の検証で回転数を下げてもノクチュア G2 同等以上という安心をもとにアークティックジャパン公式が発信している最大回転数を調整してみましょう。変更方法は
BIOS、マザーボードメーカー各社の独自ソフトに依存するため、まずは検索してみてくださいな。ちなみに私はフリーソフトのファンコントロールを使っていますわ。 CPU 温度、 GPU 温度の条件設定を直感的に細かく設定をすることができるので、皆さんの取り付け環境で静かと思える範囲に調整や冷却能力が必要なら上げるなどしてくださいな。まずは試してみるのだ。今回は4種類でしたが、ファンにはそれぞれ得意な用途があります。得意な用途っていうと、例えば何なのだ？例えば静音を重視した用途で、実は私もノクチュアを使っています。使ってるのだ。そうなの。 SFX 電源のファンを交換しました。ファンスワップなのだ。 NF-AQX14PWM です。騒音がかなり改善しました。これ以来私の PC で欠かすことができないパートナーとなりました。当時の記録です。2024年4月の記録がちゃんと残っているのだ。ノクチュアは静音用途ではとても優秀です。用途に合えば最高のファンで好きなメーカーよ。でも今回は違ったのだ。今回は抵抗のある実利用条件の比較です。ファンは用途次第です。今回の結果はその一例になりますわ。もちろん好きだからこそさらに進化した G3 やノクチュア製のリングブレードが出ないかなど、今後も目が離せませんわ。なるほどなのだ。 PC 用ファンが切磋琢磨して性能が上がるのは喜ばしいのだ。ところで次は何測るのだ？実はこれは X やコメントで要望のあったやつだ。コメントでも要望が多かったので入手しました。検証確定なのだ。次回はこのファンを同じ条件で比較します。楽しみなのだ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価で応援していただけると嬉しいですが、今後も検証とお役立ち情報をまとめていきたいと思います。よろしくお願いしますのだ。今回検証したアークティック、ノクチュア、ディープクール以外にも気になるファンがあればぜひコメント欄で教えてくださいね。要望が多かった順に追加検証をしているのだ。現在大江順にストクーマッハワン2を P12MAX、PLC12C、ファンテクス T30、サイレントゲイル、ジェントルタイフーン、SF12、DWM になるのだ。自腹検証なのでお時間いただくのだ。今回のデータがあなたの PC 環境をより静かで快適にするヒントになれば嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ネクストテスト、スドクー、マッハワン2を